Merci. バーベキューの男やって、バーベキューの集合写真の男。ここから撮られてるやつ。今このね、ユートピーっていうパン屋のクロワッサンを食べてます。マユコが遊びに来たので今パンを食べて、その後もう一個違うパン屋に行ってパンを食べます。いくら？ 550 か。ソントルコマーシャルっていうお店でこのサングラスを買いました。あ、結構唐辛子辛いかも。なんて言葉にしていいか分かんないけど、めちゃくちゃ軽い言葉。Ils sont amoureux, ils sont amoureux. Ah, That's really right. yes, yes, yes. Yes. No problem. やるだけ。Ouais, si c'est le bon. Bon, ça va, t'inquiète. Moi, c'est... Par contre, moi, c'est mon frère. Pineapple juice. Tack. Merci. Gas water, berget. もうパリ本当に寒くて、私が寒がりだからなだけかもしれないんですけど、ヒートテック着てパーカー着て家の中ヒーターつけても寒くて布団かぶってます。これからパリ来る人はコートとかちゃんと持ってきた方がいいと思います。この間まで私の親友とその仲間たちがパリに遊びに来てたので1週間一緒に過ごしました。で CYK っていうグループのうちの2人、ナニとコツが、パリで DJ の予定があったので、それに合わせて、ユーミンっていう古着を仕入れている友達と私の親友のマユコと4人でパリに来ていたんですけど、1泊2日でスイスの国境の近くにあるジュラ地方のアルボアっていうところに行ってきました。ジュラはナチュラルワインの生産ですごく有名なところで、日本でも出回ってるナチュラルワインって結構ジュラのものが多かったりするんですけど、そこに日本人で今ワインを作る修行をしながらこれからインポーターの仕事をするっていう方が住んでいて、その方の家に遊びに行ってみんなでディナーしてワイン試食させてもらってっていう旅行をしてきました。本当にワインが有名な街なだけあって、アルボアはワインショップがたくさんあって、あとチーズのコンテがジョジュラ地方の、名物なんですけど、チーズ屋さんかワイン屋さんぐらいしか本当に街にはなくて、すごくコンパクトな街でした。ワインが好きな方はめちゃくちゃ楽しめると思います。ただ私が行った日は日月だったんで、日月結構いろんなお店閉まってて行きたいレストランとか行けなかったんですけど、ワインとチーズを楽しめたので良かったです。その友達たちに頼んで日本から持ってきてもらいたいものを持ってきてもらった中に、この私が日本にいた時毎朝晩してたパック、こっちだとパック本当に高くて1シートで200円とかもっとかなするのでなかなか買えなくて、なんでこの機会にこのでっかいパックを持ってきてもらいました。で最近YouTube のコメントいただいたところに書いてあったこのキャチエのゴマージュも前に使ってたことあるんですけど、やっぱりこれいいよなと思い出してまた新たに新調したのと、あと新しくシャンプーがなくなったので買おうと思ってこのアブリルっていうブランドのシャンプーを買ってみました。これはちょっとまだ使ってないのでこれから使ってみてっていう感じなんですけど、
なんかすごく髪が乾燥するから乾燥しすぎずにシャンプーした後も乾かした後も少しこう保湿されるようなシャンプーを知ってる方がいたら教えてほしいです。なんかいろいろ試したけどあんまりなんかしっくりくるのがなくて、知ってる方は教えてください。It exploded. このニットはチョコバっていうブランドのニットカーディガンです。日本では結構このブランド見るんだけど、パリでは全然見たことないんだよね。これは日本で買ったものです。これ着てるとこっちですごく褒められるので、可愛くてあったかいので重宝してます。この週末、マルディっていうカフェがデンマークからシェフを呼んでディナーポップアップみたいなのをやっていて、それのお手伝いをしてきました。フランス人の文化としてお酒を飲みながら食事を仲間と一緒に楽しむみたいなのがすごく大事にされるんですけど、なのでそこに結構そういうことに時間を割くフランス人の方って結構多くって、楽しみ方を知っているというか、なんかこうみんな本当に全力で楽しんでいる感じが感じられて、私もすごくエネルギーをもらいました。今日は日曜日なんですけど、お友達のスタイリストのルイーズに会ってきました。彼女が次の撮影で使うアイテムをリースしたんですけど、なんか一世三宅のアイテムが気に入って5個ぐらい借りてくれました。ルイスは基本的にはスタイリストだったりアートディレクションとかをしている人なんですけど、自分で古着を集めてオンラインで販売するっていうのもやっていて、9090 Candles っていう名前でやってるのでチェックしてみてください。オリジナリティがある独特な古着を扱っていて、旦那さんがトマっていうフォトグラファーでいつも2人で一緒に仕事してます。私も次のアイリスの撮影ルイズとトマと一緒にやろうって思っています。あと今日朝ね、久々にマルシェに行けたんで果物とかを買いに行ったんだけど、そこでフランスにも日本の柿、オレンジの柿が売っていて、本当に柿っていう名前で売ってるんですけど、それを買って今シーズン初めての柿だったから超楽しみにして家に帰って食べたらめっちゃくちゃ苦くて、なんか柿の皮って食べるとすごい苦いと思うんだけど、その感じがすごいあって、柿本当は好きなのにちょっともう買うのやめようかなって思ったぐらい美味しくない柿に当たってしまって、で早速ジャムにしようと思って火通して砂糖入れてレモン入れてってやったんですけど、それでも全然美味しくならなくて、せっかく楽しみにして買ったのに期待通りにいかずに残念な朝になりました。そんな感じでどうでもいい話ばっかりしちゃったんですけど、来月なんと30歳になるので、あと1週間29歳を満喫したいと思います。